ちは、なにこです。本日はやっとこさこの髪型を生かす日が来ました。私今年2025年のいつぐらいだったかな、1月中旬ぐらい、もうそこそこ年明け早々ぐらいですよに、こんな感じのロングウルフというのかハッシュカットというのかちょっとわからないんですけど、そんな感じの髪型にしたんですよ。で、私なんでこれにしたかっていうと、そもそも前私が言ってたようなレイヤーが全然入ってないような髪型っていうのがあんまり似合わなくって、これにしたっていうのもそうなんだけど、もう一つかっこいいお姉さんになりたいのよ。わかってる？わかる？もう最近さ TikTok とかで私めちゃくちゃ流れてくるんですよ。多分中国の方なのかな。ロングウルフとかこういうハッシュカットっぽいかっこいいお姉さんがちょっとなんか踊ってるよみたいな動画がめちゃくちゃ流れてきて、もう毎動画いいねしちゃうの私で、同じね髪型にもしたわけですし、ちょっとさすがにそろそろやりたいんですよね。最初髪型変えたのが1月の中旬ってさっき言って、もう3月の中旬ですよ撮影日。もうさすがに堪忍袋の方が切れたよってバツンと切らせていただいたので、堪忍袋の王なんで、ちょっと今回はイケメンお姉さんになっていこうと思います。やったね。念願もうずっとやりたかったの。2月とかは私の誕生日とかその他もろもろのことがあって、なかなかスケジュールをね動かしづらいってこともあってできずにいたんですけど、もう関係ない。私にはね残されたものがイケメンお姉さんしかないという。そんなことないんだけどね。これからもいっぱい撮影が残ってるんだけど、とにかくイケメンお姉さんにならずしてこの先のスケジュールはこなせないので、今回は頑張ってイケメンめちゃめちゃイケてるお姉さんになっていこうと思います。じゃあメイクやっていきましょうね。すごいしょうもないこと言っちゃった私。はい、じゃあ早速メイク始めるよ。メイクをね始める前に今回はカラコンをつけていくんですけれども、イケメンお姉さんと言われると色素薄い系とか結構グレー系みたいなものをねイメージするかもしれないんだけど、今回は目の色を、私もともとちょっと茶目っぽい目、ちょっと茶色っぽい目をしてるんだけど、これを逆に黒に変えていきたくて、なんで今回はあざとめワンデカラーコンタクトレンズのブラッククイーンかなっていう、ほんと自然なサイズの黒コンを今回用意してまいりました。ちょっと一旦つけてきますわ、少々お待ち。はい、こんな感じでこっち側にだけ今つけてきたんですけど、よくない？私の何もつけてない目がやっぱ改めて見るとちょっと明るめの目なんだなってわかるぐらい、しっかりこっちが黒い目になって、やっぱどうしてもこっちの私の元のちょっと明るい色の目だと雰囲気が締まりきらない感じがしてたので、いつもこの黒コンをつけることによってかなり引き締まった印象になりますね。そしたらもう片方もつけてきます。はい、両目カラコンがつきました。とってもいいと思う。私最近さ、もうなんか黒いカラコンをつけるってなったらさ、バカでかい黒コンをつけることしかなかったからちょっと心配だったんだけど、なんか大変なことにはならなくてよかったです。はい、そしたらメイクに入っていきましょう。まずは眉毛を描いていくんですけど、眉毛は太め、ちゃんと太め、もうしっかりかっこいいお姉さんになるっつうんだったら、もうやっぱ太めじゃないと話にならんよねみたいなところありますので、太めで平行眉かな、キリッとちょっと太めな平行眉を描いていくといいと思う。こんな感じかな。眉毛個人的には男装する時と同じぐらいの太さは持たせたつもり。ちょっととりあえずメイク進めていって、ダメそうだったら描き直しますね。ちょっと一旦眉マスカラを塗ります。眉マスカラは何でもいいんじゃないかな。はい、眉マスカラが塗れました。こんな感じなんじゃないでしょうか。ちょっと太めでしっかりめに平行眉を描いた感じですわ。よろしいと思う。そしたら今回は先にノーズシャドウとかコントゥア系を先にやっていきたくて、皆さんがお使いのノーズシャドウするやつを取っていただいたら、もうしっかりちょっと濃いめに塗っていきたいんですよね今回。まずは一旦薄めの色で大雑把に鼻を削ってちゃいましょうか。でこの時に眉頭の方からグッとやるんじゃなくて、この目の方から横にグッとやっていきたくて、そうすると眉毛と目の間がちょっと近く見えてかっこいい顔になる気がするんですよね。こんな感じで一旦大雑把にノーズシャドウができましたら、ちょっと細く取れるようなこんな感じのブラシをご用意いただいて、こいつでちょっと濃いめの色を取って今作った鼻筋を強調していく感じで、ちょっとしっかりめなノーズシャドウを作っていきます。今のノーズシャドウの輪郭をなぞる感じで、あと鼻先をね丸く作るんじゃなくて若干四角く作りたいので、この鼻中の部分、この鼻の壁の部分の真ん中に横にピーって引いちゃって、
で鼻先を四角く作る感じにやっていきますよと。こんな感じかしら。鼻は全体的にこの眉間の部分をしっかりめに印象つけると、ちょっと顔がガラッとイケメン風に変わるんじゃないかなと思います。そうしたら適当にマットハイライトを取って今作った鼻筋に塗っていきます。これは何でもいいので、とりあえず鼻を高く見せれるように。で、そしたら今ノーズシャドウを塗ったところにいらない部分があって、そこをねマットハイライトで削っていくんですけど、まずこの目頭の部分は明るいままでいいから、目頭にくの字でチュッチュッとマットハイライトを入れます。この鼻の横の部分も、ここは白い方が鼻がスラッとして見えるはず。 OK、 ノーズシャドウは終わり。そしたら顔周りのシェーディングしても適当にちょっとお好きな感じでやっていければいいんじゃないかなと思う。そんな顔周りのシェーディングは何もないんじゃない？そうしたらアイメイクに入っていきましょう。今回使っていくアイシャドウはいつも通りロマン&ベターザンパレットダスティフォグガーデンです。こいつのここのお色味を使っていきますよ。これをまぶた全体に塗っていっちゃう。がっつりめにね。下まぶたにも同じ色をペッペッと塗っていきます。今回若干目をね横長めに作っていくので、上まぶたも下まぶたもちょっと横に長めに塗っておきましょうね。さっきの色がまぶた全体に塗れたら、ここのお色味を目尻に塗っていきますよと。これもちょっと横長めに。上まぶたに今の濃い色が塗れたら、同じ色をこういうちょっと細い筆に取っていただいて、下まつげの生え際を細めに埋めていきます。そしたら同じ色をこういう平べっためのアイシャドウブラシに取って、あんまり広範囲にこの色を塗らないように、その場でぼかすぐらいで今のラインを若干ぼかしていきます。あんまここ広げすぎちゃうと垂れ目に見えちゃうので、その場でぼかす感じで、こんな感じでアイシャドウができましたら、目頭切開とかをしていきます。まずはここの一番黒い色を細めのブラシで取って、まずは目頭からまっすぐ下に下ろして、下ろした点から真横に線を引っ張っていきます。いい感じに目頭が作れましたよと。そうしましたら、この今描いたラインとかをオーシャントリコ S アイライナーっていうこの薄い発色のアイライナーを使ってなぞっていきます。今描いたラインをなぞるだけ。そしたらね、同じアイライナーで目尻の方もピーッとラインを引いて、目尻の方だけここの色を使ってぼかしていきます。目尻だけね、目頭の方はぼかしちゃうと目頭切開の意味が長くなってしまうので、これらができましたら涙袋を作っていきます。涙袋はちょっと大きめ、普通の自分の涙袋の大きさぐらい、ここのお色を取って、まずはこの辺の涙袋にしたいなっていうところにラインを引いていきますと。これができたら、ここのお色味をチュッチュッチュって取って、黒目の真下部分、だから真ん中あたりに重ねていきます。はい、こんな感じで涙袋ができましたので、私はこっちの二重が今ちょっと狭い状態なので揃えてまいります。少々お待ち。はい、こんな感じで二重幅が揃いましたので、マットハイライトを使いまして目頭の方を明るくしていきますよ。涙袋の目頭の方を明るくするのと、目頭のここの部分、最初にシェーディングした時にマットハイライトで明るくしていたところを明るくする感じで、くの字でね、マットハイライトやらのもろもろが終わりましたらアイラインを引いていきます。アイラインは切れ長な感じのアイラインを描いていきたいかな。アイラインはこんな感じかな。そしたらこのアイラインをここの色を使ってぼかしていきます。これはもうほんと上から重ねてぼかすだけなんで適当にちゃちゃっとやってもらっちゃって、そしたら今描いたアイラインとこの下まぶたのこの隙間を若干埋めたくて、この今描いたアイラインの角度に沿ってこうグッと下に下ろしてきて、目地につなげる。 OK。 そしたらまつげをやっていくんですけど、今回はつけまつげをつけていきます。私がつけていくのはこういう目尻に向かって流れていくタイプのつけまをつけていくんですけど、これを目尻に3束ずつぐらいペペペってつけていきます。ちょっと待っててね。はい、こんな感じでつけまがつけ終わったんですけれども、本当はね、さっきも言った通り3つずつつけようと思ったんだけど、ちょっと
濃いかなと、イケメン要素が薄れちゃうなと思ったので2本ずつにしました。ピッ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 って2本ずつつけました。すいませんでした、誤算でした。そしたらマスカラをつけていきます。マスカラは斜めに流れている感じをじまつげにもつけるために目尻に向かってマスカラをつけていきますよ。 OK。 上まつげができましたら下まつげもマスカラを塗っていきますよ。 OK です。これにて多分アイメイクは終了ですよ。めっちゃパチこいた、ごめん。ツヤの出るハイライト、マットハイライトじゃなくて普通のハイライトを涙袋の際に1本線引くのと目頭。 OK。 今度こそアイメイクは終了でハイライトをしていくんですけど、ハイライトは鼻先の部分と鼻根の部分だけ、あまり全体的に光らせちゃうと女性らしさが強まるので。ハイライトが塗れたらチークを塗っていきます。チークはこういう白みピンクっぽいドリピアプラブド白サンシャインチーク12番サニーピンクを使っていきます。こいつを斜めの頬骨の部分に塗っていきます。 OK。 そしたらリップに行きましょう。リップは事前にファンデーションで唇の色を消してから Into You の EM10 番を普通に塗っちゃってしっかりめにオーアーリップをしていきますよ。そうしたら口の横をもうちょっと作っていきたいので、ここの色で口横に影を作って、そしたらね、この唇の内側にもう塗っちゃう、この暗いのをね、こんな感じかな。 OK。 そしたらもう一番最後ね、ほくろ描いてくべな。ほくろはこことここに描いちゃう。はい、ということでイケメンお姉さんメイクが完了いたしました。待って、めっちゃ良くないこれね。すごくよろしいんだけれども、これはね、髪の毛セットしたり着替えるの楽しみだよ。今すごいニコニコしちゃってる。嬉しい。嬉しいかも。ありがとう、マジで。誰にありがとうかわかんないけど、みんなにも早く完成形をお見せしたいので、髪の毛をセットしてきたりとかお洋服着替えてきたりしたいと思います。行ってきます。イケメンになってきます。はい、ということで完成いたしました。イケメンお姉さんです。やったね。ねえ、めっちゃよくないか？素敵じゃない？メイクが完成した状態でもかなり良かったんだけど、ヘアセットしてさ、服着替えてってしたらさ、なんかあまりにも良くて本当にびっくりしちゃったんだよ。こんな感じでさ、髪の毛をね、くるくる巻きにして、ちょっとかなりボリュームが出るようにして、髪の毛の動きを足して、服がワイシャツにこの黒いベストを着てますよっていうのにしたんですけど、正解です。これありがとう。本当に素敵で、ちょっと珍しく全身というか引きで見ていただきたいんだけど、このね、下もね、黒のねパンツを履いてさ、揃えてみたの。見せ方がわかんないんだけど、すごいいいでしょ。いやマジでさ、良すぎだって。これマジでみんなもやらない？これマジでみんなやって、お願い。本当に今までの動画で一番お願いだわ。これぜひ真似してみてねとか今までの動画でもいっぱい言ってきてるけど、マジでやって。でできることならもう私に見せてほしい。それを。こんなお姉さん世の中にいっぱい増えてほしいからよろしく頼むわ。こんなに自分の理想になれるか、最高だ。嬉しい。泣ける感動ストーリーでした。ということで本日はイケメンお姉さんメイクでございました。皆様もぜひこのメイクや一応服装とかね、髪型もキメキメでやりましたので、ぜひ真似してみていただけたらなと思います。みんなもイケメンお姉さんになってその姿を私に見せてください。よろしく頼みますね。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録とか高評価、コメントの方よろしくお願いします。じゃあまた来週金曜日の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。